皆さんこんにちは、沖さん JP です。本日はですね、超初心者の方向けに解説の動画を作っていきたいと思います。対象となる方はですね、そうですね、初めてディアブロ3やりました。ストーリーモードをなんとかクリアしました。この先どうしたらいいの？もしくは、作りたいビルドがあるけど、お目当てのアイテムをどうやって手に入れたらいいのっていう方、を対象にですね、できるだけ、初心者の方に分かりやすく説明していきたいと思います。まずね、メインストーリーをクリアしたら何すればいいか。基本的にはですね、アドベンチャーモードっていうハクスラのモードに入っていくことになると思います。アイテムを探したり、グレーターリフトって言われるね、己の限界へ挑戦するモードを試したり、いろんな遊び方ができると思います。まずアドベンチャーモードをね、選んでいただくんですけども、一旦メニューに戻しますね。このような状況になっていると思います。で、ゲーム設定からアドベンチャーっていうのを選びます。今まではストーリーをね、やったと思うんですけど、アドベンチャーモードを選んでもらって、最初に降り立つ章をね、選びます。これは後からマップ上でね、1から5まで自由に移動できますんで、どこでも構いません。で、その次に難易度を選びます。難易度はですね、だいたいストーリーやってた方だったら、ノーマルからマスターぐらいの間のどれかで、レベルに合わせて遊んでたと思うんですけども、トーメント2、3、4と、レベルが上がっていけば、7、8、9、10、16まで選ぶことができます。左に、説明が出てますが、モンスターも強くなって、いいアイテムも出やすくなる。あとは素材のね、数も増えていきます。できるだけ自分に合ったモードを選ぶことをお勧めします。間違えた、強いとこに来すぎたって思った場合はですね、メニューに戻ってもらって適切なレベルを選んで自分に合うモードを選んでください。今日はトーメント10選んでいきます。ゲームが始まってからもですね、ゲーム内で難易度を一つだけ落とすことができます。一つ落としてもね、足りなかったらメニューに戻って難易度を選び直すのがいいと思います。はい、じゃあ難易度選びましょう。そしたらね、続けるを押していただいて、これでアドベンチャーボードのスタートになります。さあ、こんな感じですね。あまり今までと変わった感じはしませんが、マップを開いてもらうとね、基本的には全ての場所に行けるようになっていて、R1 を押してもらうと、1章、2章、3章、4章、5章と好きなとこがこのようにね、選べるようになっています。で、このびっくりマークがついているところがね、報酬クエストと呼ばれるものなんですけども、毎回ランダムでクエストが発生しています。これをね、各章5個ずつ、5箇所ずつね、クリアすることによって報酬クエストの報酬っていうものをもらうことができます。はい。で、説明に戻りますと、で、難易度選んで入ってもらったらね、できれば、そうですね、ネファリムリフトなんかを利用して、レベル70まで上げてしまうことをお勧めします。自分のレベルに応じた武器や装備がドロップしたり手に入りますんで、この先ずっと使うことになるレベル70の装備っていうのを手に入れるために、先にね、レベル70まで頑張って上げてしまうことをお勧めいたします。はい。で、アイテムをですね、いろいろ探したり手に入れたりしていく中で、欠かせないキーのアイテムがあります。アイテムっていうかオブジェクトですね。それがこの家内のキューブというものになります。ストーリーではね、これはなかったと思うんですけども、この家内のキューブによっていろいろなことができるようになりますんで、アドベンチャーモードを始めた方はまず家内のキューブを取りに行くことをお勧めします。はい、じゃあ家内のキューブの説明をちょっと、出したいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい。ほい。出ましたね。はい。家内のキューブはですね、アドベンチャーモードに入ったら最初に取ることをお勧めします。まずですね、3章に行っていただいて、こうやってね、3章の町へ
行きます。で、ここにいるですね、ゾルタン・クーレっていう人に話しかけて、その後ですね、セシェロンの廃墟っていうのが右上の方にありますんで、こちらに行きます。でセシェロンの廃墟を着きましたら、左上の方ですね、行ってください。右の方に行くと、このようにね、永劫の森というのがあるんですが、こちらではなく、まだ力が溜まっていない。こっちですね。奥の方にどんどん進んでください。マップの方はランダムですが、奥の方まで進んでいっていただきますと、エルダーサンクタムっていう場所に行く、ゲートがね、見つかると思います。で、ちょっとそこまで移動しますね。はい、ありました。エルダーサンクタムですね。今回はこの場所にありましたが、場所の方はね、マップはランダム生成になってますんで、セシェロンの廃墟をくまなく回っていただければ必ずエルダーサンクタムへの入り口があると思います。ここに入っていただきますね。で、入っていただいたらエルダーサンクタムの、奥の方に行きます。まあ大体右上の方、一般的には目指していけばいいと思います。まだ力が溜まっていない。どんどんね、奥の方へ進んでいけばいいと思います。じゃあこれもね、場所までたどり着いていきたいと思います。ちょっと飛ばしますね。はい。ですね、できるだけ奥の方に進んでいただくと、このような場所にたどり着くことができると思います。これがですね、家内のキューブになります。僕の場合はもう取得済みなんでこのような状態になってますが、初めて取る方の場合はですね、ここで取得することができます。家内のキューブを手に入れたらもう町に戻ってしまって構いません。はい、それじゃあですね、いよいよ、欲しいアイテムを手に入れる方法っていうことで、順に、アイテムの入手方法の主な、方法ですね、パターンを解説していきたいと思います。はい、それじゃあですね、まずアイテムの入手方法といいますか、欲しいアイテムを手に入れる方法として順に説明していきたいと思います。まず一番基本的な方法ですね。はい、直ドロ、いわゆる直接ドロップですね。これは文字通りです。ネファレムリフト行ったり、報酬クエスト行ったり、とにかくね、敵のいるとこに行って戦ってですね、実際にこのように敵からアイテムがドロップすることがあるんですけども、それでね、あと宝箱開けたりね、オブジェクト壊したりすることによって手に入るアイテムをゲットすることですね。直接ドロップになると思います。まだ使えない。探すとね、いないですね。あ、出ましたね。今このように、オレンジ色の柱が立ちましたね。これがレジェンダリーアイテムになります。この他にもね、セットアイテムだったり、レア、マジックアイテム、こういった青ね、白、青、黄色、オレンジ、あとは緑で赤い柱のプライマルエンシェント、そんな感じでね、このようにアイテムがドロップします。直接ドロップして手に入れるっていう方法があります。じゃあ一旦戻りましょう。はい。私は勝手にカダラガチャと呼んでますが、いわゆる NPC のカダラさんにね、素材を渡して、この好きな部位のね、アイテムをもらうっていう方法です。で、
どの町にもですね、どの章の町にもカダラさん、いらっしゃいますんで、こちらに血の破片っていうね素材を渡してアイテムをランダムでゲットする形になります。必要な素材はですね、血の破片になります。防具系が1個25個、リングが50個で、武器とかね、武器が75個、あとはですねアミュレットが100個必要になります。で、この血の破片の主な入手場所としては、グレーターリフトをやっていれば、自然とたまるとは思います。あとはですね、血の破片を大量に落とすゴブリンがいるので、ゴブリンなんかに出会った時に大量にゲットするとか、あとは、もろもろ、知らないうちに溜まっている素材になると思います。で、これはですね、欲しい部位を選んでガチャを引けるんで、これが利点ですね。はい。で、さっきも言ったんですけど、武器とリングとアミュレットは、コストが高いんで、この辺は注意ですね。はい。1回75かかる武器を、たくさん引いてるとすぐになくなってしまいますんで、まずは防具をね、選んで引いて、例えば欲しいセット品が、ある場合は、頭が欲しいんだったら頭を引くとかね。で、こちらのガチャガチャはですね、緑色のセット、あとはオレンジ色のレジェンダリー、で、黄色のレア、などなどですね、いろんな種類のものが落ちますんで、たくさん引いて確率で、欲しいアイテムを狙うっていうやり方になります。部位を選べるっていうのが利点ですかね。はい。これはよく使うことになると思います。じゃあ次ですね。はい、次の方法ですね。次がですね、家内のキューブを使って、行うレアアップグレードっていう手法になります。家内のキューブ、いろんなレシピがあっていろんなことができるんですけれども、この中のレアアイテムを強化っていうメニューから行う操作になります。必要な素材としては、再利用可能な部品、アーケインのかけら、曇った水晶、各50個。で、死の吐息25個になります。上の3つはですね、白アイテム、青アイテム、黄色のアイテムを鍛冶屋で分解して、主に手に入ります。で、死の吐息はね、敵を倒すと出てくるんですけども、青色のチャンピオン、黄色のレアなどね、いわゆるエリートって言われる強い敵を倒すと、難易度によって違いますけど、1個から4個ぐらい、手に入ることができますんで、主な入手場所として、ネファレムリフトをぐるぐる回ってれば、そのうちある程度の数はたまると思います。欲しいアイテムが決まってる場合は、序盤メインの方法になると思います。黄色のレアアイテムだったら、使えますんで、カダラのね、ガチャを引いて外れたレア使ってもいいですし、あとはですね、鍛冶屋で欲しいレジェンダリーの該当の箇所のレアアイテムをクラフトしてね、それを使ってもいいです。例えばですね、今、靴で、欲しいアイテムがあったとします。欲しいレジェンダリーね、あったとします。そしたらですね、まずレベル70の、靴をクラフトしますね。ちょっと2個ぐらいクラフトします。で、次に、この手でね、欲しいセットの部位があったとします。緑色のね。これもグローブを作ります。で、鍛冶屋でこれを作ってですね。で、家内のキューブに持っていきまして、このレアアイテムを強化っていうところから、ここに入れていただきます。そうしますと、入れたレアアイテム1個と、右側に書いてある素材を消費してですね、レジェンダリーもしくはセットアイテムに変換できます。もちろん何が出るかはランダムです。でね、
寸雨光のセットアイテムの手がめでたく出ました。運が良ければ欲しかったものが一発で手に入ることもありますし、もちろん運が悪ければこれは確率ですから何度かやっていただく必要があるんですけれども、欲しい部位が決まってる場合ですね、結構いい方法になると思います。はい、少なくともですね、直ドロを狙ってずっと敵を倒し続けて、完全に運任せよりは、先ほどのカダラのねガチャと同じように部位をですね選択して、例えばボディだったらボディ、これで確実に、ボディのレジェンダリーかボディのセットアイテムが必ず出ますんで、こんな感じでね、欲しいものが出るまで変換するっていう方法があります。これはおすすめですね、個人的には。欲しいものじゃなかった場合もですね、分解してもらえば、素材にねすることができますんで、完全に無駄にはなりません。はい、じゃあ次の方法ですね、説明していきます。はい、次の方法ですね。これも家内のキューブのレシピですが、セット変換というのができるんですよね。ここにセットアイテムを変換というのがありますが、これは何かと言いますと、通常ねセットアイテムっていうのは6箇所、揃えるものなんですけれども、例えばですね、部位がかぶってしまって6個あるんだけど5箇所分しか揃ってなくて、靴がね2つあるとか、あと靴の代わりに手袋ですねがあったらいいのになというような時ですね、手袋が出るのをずっと頑張って、直ドロを狙ってね、冒険してもいいんですけども、ダブってる部位があったりする場合はですね、ここで違う部位に変換することができます。もちろんですね、これもランダムですので、持ってないものが必ず出るとは限りません。ですけども、かなり高い確率で効率よくセットアイテムを手に入れることができますんで、例えば4個ぐらい揃ってですね、2箇所ぐらいかぶっちゃってる方は、そのかぶってる方をセット変換してもらって、まだ持ってない部位に変わるのを期待して、もらう、ことで、早めに6セット揃うことが、期待できます。はい、次の方法。これがですね、レジェンダリーの最短像というものになります。これ正直ですね、初心者の方が序盤ではあまりやらない、やり方、レシピになると思います。素材の方を見ていただくとですね、まずアクト素材、覚悟、忘れられし魂50となっています。アクト素材とは何かと言いますと、ですね、このカンデュラスのルーン、カルディウムのナイトシェード、アリートの戦いのタペストリー、腐敗した天使の肉体、ウエストマーチの聖水、この5種類のことをアクト素材と言います。これはですね、どうやって手に入れるかっていうと、アドベンチャーモードのマップを開いてもらうと、先ほどですね、このびっくりマークが出ているところが、報酬クエストだよと言いましたが、この報酬クエストをですね、クリアすると、最後に、各章ごとに、ホラドリムの箱をもらうことができて、その中に少量素材が入ってます。トーメント16でクリアしても、1回の報酬箱の中から22個、ぐらいしか出ません。なんで基本的にはですね、このアクト素材を貯めるのは結構大変です。
なので、初心者の方は最初は気にしなくていいかもしれないですね。で、こんだけ大変なですね、思いをしてアクト素材をたくさん貯めて忘れられし魂を50個も消費して何ができるのかっていうことなんですが、これはですね、手持ちのレジェンダリーアイテムですね、もしくはセットアイテムをですね、もう一度再抽選してくれるっていうものになります。今まで説明した方法っていうのは、例えばベルトだったら、カダラだったらベルトを選んでも何のベルトが出るのかは分かりませんでした。で、レアのアップグレードを使ってもですね、レアのベルトがどのレジェンダリーやセットのベルトになるのかは分かりませんでした。つまりそこはランダムだったんですよね。で、このレジェンダリーの最短像はですね、例えばこのチャネリングのマント、これが普通のレジェンダリーアイテムですが、このチャネリングのマントを入れるとチャネリングのマントとして出てきます。で、このアイテムごとに設定されている、いわゆる特性ですね、このチャネリングのマントの場合は敏捷性プラス418、生命力439などなどですね、下に全スキルのクールダウン時間を 6% 短縮とかいろんな能力がついていると思うんですけど、この能力も含めて再抽選されます。で、一度これやってみます。まずこのチャネリングのマントですね、はい、入れます。そうするとこのようにですね、全く違う性能のチャネリングのマントが出てきます。こんな感じですね。先ほどと全然ついてる能力が違うと思います。これを繰り返すことによってですね、いわゆる良品を狙っていくっていう作業がレジェンダリーの最短像になります。イメージとしてはですね、このアイテムがもう一回ドロップしたような状態になる。そのドロップしたアイテムと今手持ちのアイテムを交換したみたいなね、そんなイメージに、思ってもらえばいいと思います。素材が非常にきついので、あまり最初は気にしなくていいと思います。はい。でですね、今までご説明した方法が、大体の方法になります。まとめますと、まず家内のキューブ取ってくださいね。レベル70にしましょう。で、アイテムの入手方法としては直ドロ、敵からの直接ドロップ、あとは血の破片を貯めてカダラのガチャを引く、ネファレムリフトで素材を貯めてレアアップグレードをする。セットが被っている場合はセットの変換を試す。で、行くとこまで行ったら報酬クエストを頑張ってこなして大量の忘れられし魂を使ってレジェンダリーの最短像をする。主にこんなぐらいの、方法になると思います。少しでも参考になればと思います。で、最後おまけじゃないんですけれども、各章のですね報酬クエストを、このようにね、各章に5個ずつランダムでクエストが発生するんですけど、この5個のクエストをクリアすると街でですね報酬の箱がもらえます。で、その中に先ほど言ったアクト素材っていうものが入ってるんですけども、その他にですね、レジェンダリのアイテムだったり、いろんなお土産が入ってます。で、報酬クエストの箱の中からしか出てこないレジェンダリーっていうのがあるので、最後にそれをねちょっと説明していきたいなと思います。はい。報酬クエストの、いわゆる報酬でもらえる箱の中に入ってるレジェンダリーっていうのはですね、決まっています。
決まってるものの中から出ます。で、ちょっとざっと説明していきます。結構大量のアイテムがあるんですけれども、その中でもですね、置いとくと後々便利になりそうなものを中心にちょっと説明していきたいと思います。まずですね、アクト1の報酬クエストの報酬箱の中からは、ここに書いてあるようなアイテムが出てきます。1、2、3、4、5種類ですかね。の中からランダムで出ます。でその中でもですね、王家の意向の指輪というものが出る時があるんですけども、これはですね、後々ビルドを組んでいくときに結構役に立つ場合も多いので、拾ったら砕かずに初心者の方はね、置いておくと後々便利になると思います。はい。この王家の意向の指輪はですね、本来6箇所、装備しないと発動しない6セットボーナスを5箇所、もしくは4セットボーナスを3箇所で、つまりセットボーナスの発動に必要な装備の部位の数がですね、1つ減らしてもらえるっていうリングでして、これをつけておくと5箇所つけるだけで6セットボーナスが発動したり、3箇所つけるだけで4セットボーナスが発動したりします。これを利用してですね、2種類のセットの効果を同時に発動させたり、そういったビルドを組むときに使います。アクト1の素材からしか出ない、ごめんなさい、アクト1の報酬箱からしか出ないリングになりますんで、結構貴重だとは思います。他のものに関してはですね、使っても使わなくてもどっちでもいいのかなっていうふうに個人的には思いますが、もし手に入れた場合はですね、説明文をよく読んで興味があったら実際に使ってみるっていうことをしてもらったらいいと思います。で、アクト2の報酬箱の中から、私が分かってる限り、4種類ぐらいのレジェンダリーが出ると思います。でその中でも、幻影のブーツというものが出ることがあるんですけども、これは置いておいた方がいいと思います。もしくは先ほどの家内のキューブにですね、レジェンダリーパワーを抽出するっていうものがあるんですけども、それをねやっておいて、後から家内パワーとして使えるようにしておくっていうのはいいと思います。幻影のブーツはですね、敵の集団にね引っかからずに敵をすり抜けたり、あとは壁を出してくるね、敵がいるんですけど、それをすり抜けたりですね、とにかく敵をすり抜ける系のブーツなんですけども、これを持っておくとですね、結構セットダンジョンの攻略をしたり、もしくは、いろんな場面でですね便利になる時があるので、もし幻影のブーツを手に入れたら置いておいた方がいいと思います。はい。もしくは家内のね方に家内パワーとして抽出しておくのをおすすめします。次、アクト3ですね。アクト3の報酬は結構種類がある気がします。ここに書いてないものも出るかもしれません。ちょっと自分は、うろ覚えですが、おそらくこんだけだと思います。その中でもですね、強欲の指輪と溢れ出る欲望に関しては置いておいても、いいのかな、そのぐらいの価値があるのかなっていうふうに個人的には思います。はい、強欲の指輪はですね、高速周回用のビルドを作ったりするときに使う人もいます。ちょっと能力の方をね、細かくここで説明しませんが、強欲の指輪もし手に入れられたら一度説明文を読んでみて、使えそうだったら置いとくっていうのはいいと思います。はい。アクト4の報酬クエストの報酬箱なんですけども、アクト1、2、3、5のアイテムの中からランダムで落ちます。ですんで、アクト4の報酬箱だけは、特別なものはなくて、例えばアクト1でしか落ちない王家の意向の指輪が落ちたり、たまにします。ただ、非常にたくさんのアイテムの中からランダムで何個っていうふうに決まりますんで、基本的には、例えば王家の意向の指輪が欲しい場合はですね、アクト1の報酬クエストを回る方が、確率的には有利だと思います。
はい、アクト4は、どのアイテムも出る可能性があるっていうふうに思っておけばいいと思います。で、あとね、アクト5の報酬箱から出るものがこの1、2、3、4、5種類ぐらいだと思います。足りなかったら詳しい方、もし知ってたら教えてください。この中にはですね、個人的にはあまり使えるものはないなっていう印象なんですけども、それでも気になる方は説明文読んでみていろいろ試行錯誤してみたらいいというふうに思います。はい。以上で説明の方は、終わりなんですけれども、いろんなアイテムの、入手方法がありますんで、のんびり遊びたい方はですね、普通に直ドロ狙って報酬クエストやったりネファレムリフトやったりしてれば、そのうち、もちろんね運ですけど、欲しいアイテムが手に入ることもあると思います。どうしても欲しいアイテムが決まってる場合とかですね、あとちょっとあと1個か2個で目的のセットが揃うのになみたいな、時は今日説明させていただいた方法を参考に、こんな方法もあるんだよっていうのをね覚えておいてもらえると、初心者ディアブロ3ライフがねちょっとは楽しくなるんじゃないかなと思います。はい、説明が下手で本当にごめんなさい。僕もね初心者の方に、楽しんでディアブロ3続けてもらいたい一心でこの動画を作りましたが、もし言葉足らずでね、意味不明なことを言ってる場所なんかがあってちょっとよく分かんなかったぞみたいな、方がいらっしゃいましたら、コメント欄やツイッターなどで質問していただければ、分かることはお答えしたいと思いますし、もし明らかに間違っていることをですね動画内で言ってしまっていたら、動画を修正するなり、コメント欄で修正、概要欄で修正したり、あんまりないと思いますけど、もう完全に嘘みたいなことをですね言ってしまってたら動画自体は処分しますけどはい、この動画が少しでも始めたての方に役に立てばと思ってアップいたしました。はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。初心者の人、楽しんで遊んでくださいね。それじゃあまた。